少年の頃からラジコンが大好きだった山本さん。ラジコン飛行機やボートなどでよく遊んでいたそうです。プラモデルを動かすようになったのは20代の初め。最初に手掛けたのはこの車でした。これはスズキのジムニーという車のプラモデルでして、一番最初に買った車っていうこともありますしね。愛車のプラモデルを動かしてみたい、そんな思いから独学で動くプラモデル作りを研究した山本さん。その後、子供の頃から好きだった戦車も動かしたくなり、コツコツ腕を磨いてきたんです。5月末、静岡市のツインメッセ静岡で開催された第56回静岡ホビーショー。全国のモデラーたちが自慢の作品を持ち寄る日本屈指のプラモデルイベントで、毎年およそ7万人の人でにぎわいます。その会場に山本さんの姿がありました。山本さんが所属しているのは稼働戦車模型愛好会。動く戦車プラモデルを愛する仲間で構成された全国規模のクラブで、ホビーショーの中でも毎年大人気なんです。お、山本さんの戦車だ。あれ、山本さん送信機持ってませんね。誰が操縦しているんでしょうか。なんだ、後ろで操縦していたんですね。でもどうして？誰が動かしてるかわからないようにしてやった方が不思議感が出ていいので、あえてその神経は隠してます。戦車が自ら動いているように見せる山本さんのこだわりです。子供も大人も動く戦車プラモデルに釘付け。熱心に質問をするマニアもいました。すごいの一言です。もう全部これ刺すとか自作で金属切り出してやってるっていうから、ちょっともうレベルが見る人を驚かせたい。制作意欲の原点はそこにあります。ホビーショーの後、新たな作業に取り掛かった山本さん。これドイツの、18トン重ハーフトラック、ファモというんですけども、ラジコン化はしてあっても走るんですけど、一工夫してこの運転席のところへ、人を乗せて、で実際にこう運転しているような風に見せてられたらなと思って。なるほど、やっぱりその方がよりリアリティが増しますよね。人の存在ってすごく大きいんですよ、こういう模型で。やはりこう人が乗ってるのと乗ってないのとでは全然雰囲気が違ってきますので、ぜひ人を乗せてみたいですね。ただ人を配置するだけでなく、なんと動きまでつけてしまう山本さん。こうすることでよりリアルな作品になるんです。こちらは以前手掛けた戦車のエンジンをかける兵士。ご覧ください、この腕のスムーズな動き。上半身も微妙に揺れてますね。使うのはフィギュアのキット。そこからいくつかのパーツを組み合わせるんです。キットのままだと全く動かないので、ちょっと関節の部分を切り離して動くようにしていきます。肘の関節に細い穴を開け、そこに真鍮の軸を通して動くようにします。次ですね、今回
ハンドルを動かすっていうことで、実際これ手首も動かないとうまく動かないと思いますので、次は手首の加工をしていきたいと思います。取り出したのは手芸用の黒い糸。これで何を？手首の関節を動かす時の糸を通します。そうすると手首が自由に動くようになりますので。まずは手首に糸を通します。さらに手首と腕を糸でつなぎます。これなら手首の動きはスムーズになりますね。2体のフィギュアを組み合わせてできた肩、肘、手首が動く兵士。最後に色を塗っていきます。これで動く兵士が完成。いよいよトラックを運転します。戦車プラモデルに改良を加え、実車さながらの動きを再現する山本明彦さん。今取り掛かっているのは、戦車を牽引するトラックにドライバーを乗せ運転しているように見せるという高度な技。兵士のフィギュアは完成。どのように運転させるのでしょう？中身こうなってるんですけども、ここにステアリング用のサーボモーターというのがついてますので、これの動きを利用してハンドルを動かしてみたいと思います。前輪を動かすために使うサーボモーター。この動きを利用して兵士が運転しているように見せる作戦。今の、機構を使ってハンドルを動かすために、このようなパーツを作りました。これは釣り糸なんですけども、こう出たり入ったりっていうのをしますので、これを利用してハンドルを動かしてみたいと思います。釣り糸を忍ばせた自作のパーツ。前輪を動かすために使っているサーボモーターにセットします。サーボモーターの動きに合わせて釣り糸の先端が前に飛び出すような形になるんです。続いて用意したのはハンドルとそこにつける軸。これを運転席にセットします。軸が回転するとハンドルが回るようになりました。先ほどサーボモーターにつないだ釣り糸、その先端をハンドルの軸に接続。こうすることで前輪とハンドルの動きがリンクするんです。ちょっと動かしてみましょうか。前輪の動きに合わせてハンドルが回るようになりました。では先ほど色を塗った人形を乗せていきます。思ってたことが形になる瞬間なので、やはり、ちゃんと動いてくれるんだろうかとか思ってちょっとドキドキしますね。いいよ、ちょっときついですね。お、どうですかねステアリング効いてるように見えるでしょうか。まあまあいいと思いますまあこれだけのことをするためにあんな苦労してたんですけどね。
おお、いいじゃないですか。なんとなくハンドル切ってるなっていうのが分かっていいと思います。飾って見ているだけじゃ物足りない。動くからこそ心が躍る。そんな動くプラモデルの世界に魅了された山本さん。次は何を動かすのか楽しみにしてます。